こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。五月晴れの日、今日は名将木村正彦先生のアトリエにお邪魔しています。先生が作出された数々の名盆栽を一つずつ解説を加えてご紹介したいと思います。お楽しみください。先生、どうも今日はお邪魔しております。どうも。ございます。相変わらず見事な作品群ですが、今も日々作出ですか？もうそれこそ昼間から夜までやってます。そうですか。このさつきのこの季節ですと、そろそろ心拍類のシャリ作りなどができる季節でもありますね。ちょうど今ね、心拍の皮が剥ける時なんですね。こう剥きやすい時ですね。もう一番その水はけのね、激しい時で。お弟子さんたちと共になさってるんです。一緒にやってます。そうですか。夕べもやりましたから。やっぱり先生はここの棚が充実していることが何よりもの生きがいのようで。そうですね。もうそれはもう毎日心がけております。朝皆さんが来る前に後ろのアトリエから前のこのお庭まで一巡なさるんですか？これはもうしょうがないですね。これだけはもう毎日努めてます。一つ一つの木の健康を見ながらというもちろんですね。皆さんはどうしても作出の魔術師というイメージがあるでしょうが、何よりもそれよりも培養の見事さはレベルの違いを感じます。今日は先生一つ一つわびチャンネルで先生の名作をご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。溢れるばかりの重厚な作品が並ぶ木村正彦先生のこの庭、一本一本が歴史を背負っているもの、盆栽界が受け継いだもの、数多くありますが、そのうちも約半数以上が木村先生の手によって名木として世に送り出されたものがあります。今日はその中でよりすぐりを一点ずつご紹介させていただきましょう。木村正彦といえば必ず紹介されるこの心拍。東流の前は30年以上この庭に生き抜いています。東北から山取りされて内閣総理大臣賞を取るに至ったこの木は、今に至るまで一度も植え替えをしないで作出されているということに驚きます。元気な姿、多分この木はこの木村先生の庭を守り木のように先生の人生とともにここに生きていくでしょう。30年以上前、この心拍が世に発表された時は、驚きとため息の両方が混じったものです。遊び、まさに先生が遊び心を持つような木をということで作出された、モダンを代表する日本の心拍盆栽の一つです。長い間この先生の庭から離れてきた木は、昨年先生の願いによってまた元のふるさとへ戻りました。木村先生といえば心拍の改作名木にどうしても目や言葉が集まっていきますが、この木をご覧ください。五葉松随生の大樹直幹です。先生を多く見守った愛好家の中にいらっしゃる旧高砂湾岩崎泰三先生が愛した随生は、このように木村先生のところでも元気に今もその勇姿を気づかせています。心拍半圏外の大名木です。作出されて長い時が経ちますが、圧倒的な立ち上がりの舎利芸、捻転するその姿は天然の舎利そのままを生かした作風です。幾人もの方の
譲ってほしいという言葉を先生はいつも笑顔で、この木がここにいたいってまだ言うんだと言って皆さんに答えています。以前のわびチャンネルで木村正彦先生、小林邦夫先生のビッグ対談を行いました。その中でも先生がおっしゃっていたように、私は誰もがやったことのないもの、誰もが作ったことのないものを目指したいんだ。その言葉が形になっているのがこの作品です。石を交差させ、まさに斜面に生きる林立する森林を表したこのヒノキ、世界に発表されて久しいですが、ご覧ください。先ほど先生がおっしゃったように、その創作作品は今も脈々と先生の毎日を支えています。残念ながら持ち込みたくても、作ればオーダーが、作ればオーダーが、なかなか先生のお棚に長くいられる気は少ないですが、木村正彦創作作品は今世界にその姿を散らばらせています。まさに滝が落ち流れるような県外樹形の手本といえるほどの黒松です。幹肌の古さ、枝の作り、実はこの木はまだ1年前にこの棚へ来たものです。日本を代表するオークションによって木村先生、小林邦夫先生がバトルを繰り広げて2人で競ったものです。こうして1年経つと、あの時とは見違える緑の深い培養状態、そして枝作り、新たな県外黒松の明治として世に発表される日も近いでしょう。東流の前の右手にまだ未完の状態の圧倒的な心拍が新しくこの庭の家族となっています。これほどの舎利芸の芸を持つ木がまだ日本の中にあったことに驚きますが、今年の冬に先生のところへ来て、そこからすぐに先生の作出によってもう将来の姿がほぼ見えるまでになりました。ここから数年、ご覧の東流の前の隣にあるのにふさわしい名木がこの庭から生まれます。ご覧ください。私も月に2度ほどはお邪魔しますが、初めて見た作品です。面白いだろう、この姿と芸がと。名前をつけたんだよとおっしゃいました。なんていう名前ですか。火遊びというんだよと。火遊びは本来が火曜日の日ですが、それを飛ぶとして火遊び。モダンな雰囲気の中は名作遊びへ導こうとする先生の心意気が感じられます。さて、どんな作品になるか楽しみな木ですね。この庭と棚は言葉に尽くせぬレベルの中にあります。国風賞、作風展内閣総理大臣賞、日本盆栽大観展内閣総理大臣賞、一つ一つをご紹介すればキリがありません。この赤松をご覧ください。まさに万感万竜がそこにいるようなうねる幹は、とても人間では考えられないものがあります。この木も先生の手によって国風賞を受賞して久しい時が経ちますが、変わらぬ勇姿というよりも、当時受賞時の状態よりもさらに重厚な姿となっています。このような木がどれほどこの庭にあるでしょうか。今年の2月、東京都美術館で開催された第98回
国風盆栽展の国風賞を受賞した真柏です。見事な幹芸、見事な樹装なのですが、この木村先生の庭にあると、あ、これもそうだったなと思うぐらいに盆栽たちが同じレベルなのに驚きます。名木の棚下には草物を培養する棚がしつらえています。皆持ち込み古く、20年30年鉢の中でここで育まれています。草は持ち込んでこそだよと先生がおっしゃいます。国風展や盆栽展の添え飾りに先生がこの中から選んで使うため、売るものは一つもないよ、草は手間で作るもんだよと、それを実践した姿がここにあります。愛好家の皆さんもぜひ草物というものはご自分の棚で10年作ってみてください。見事なものがどなたでもできます。先生のこのお庭はその9割が先生ご自身の作品、ご自身のコレクションとなっていますが、ここにある盆栽たちのように先生の活動、先生の考え方に共鳴して理解をする方、先生のご友人たちの手入れの依頼のものが日々入れ替わり、ここにもたらされます。お弟子さんたちへの勉強材料、ご自身が新しい発見、外からの出会いの品物が生まれる時もあります。私どももご無理をお願いしてよくお願いしますが、先生のここの作出がお弟子さんたちの技術の原点になっています。その日その週に外からもたらされた手入れをお願いしたいという気は、ここにおいてここから先生の見立てによってお弟子さんがなさる仕事、先生自身が仕上げる仕事に仕分けられていきます。外から来た時にまだまだ飾れない木が、またこの庭から旅立つ時には展示会に向けての姿へと、まさに変貌するように生まれていきます。いかがだったでしょうか。まさにわずかしか紹介できないというよりも、数百点という圧倒的なコレクション、これを全てご紹介するには数時間の時間がいります。先生の日頃の活動、それを支えるお弟子さんたち、そして何よりも深い先生の愛情によって息づくここの盆栽たちはとても幸せかもしれません。また機会を得て先生の別の技、別の作品ご紹介する機会を作りたいと思います。木村先生の対談などアーカイブスをご覧になれば、その技術、考え方をご覧になることができます。ぜひチャンネル登録をなさって多くお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。